この動画にはアニメのネタバレがあるよ。注意してね。しかもそれは人をただ押さえつけるだけじゃない。人を作り変える。君たちは面白いな。面白いのは風光アニメが大好きなひよことカエルがいました。彼らはアニメの話をしながらレディットの海外の反応を眺めるのも好きでした。ここは哲学者たちがふらりと遊びにやってくる不思議な教室。さて、今日はどんな哲学者との出会いが待っているのでしょうか。今回は勇者系だよ。まさかキビアが勇者系になるとは思わなかったよ。本当にびっくりした。でも最終回だったから来週から見れないね。でも第2期の制作が発表されたよ。すごく楽しみだよ。続編決定嬉しいよね。でもなんかもう1期の最終回の衝撃が大きすぎて、まだ頭の中が整理できてないよ。僕の頭の中も懲罰されてる気分だよ。混乱しているなら好都合だ。制度の怖さは整理が追いつかない瞬間に一番よく見える。誰？急に黒い服のかっこいいおじさんが出てきた。私はミシェル・フーコー。監獄や病院や学校を見ながら、なぜ人は同じ顔をしているのだろうと考え続けたフランス人だ。自己紹介が不穏だよ。なんでみんな同じ顔だと思ったの？見た目の顔つきがそっくりになると言いたいわけじゃないんだよ。私が言いたいのは、制度が人に同じ形を求めるということなんだ。きちんと並べ、命令に従い、遅れるな、逆らうな、普通でいろ。そうやって人は少しずつ同じ症状を覚える。見張られ、比べられ、記録され、直されていくうちに、人は自分から制度の期待する顔をするようになる。管理されていると同じようになっていくってことかな。そう、私はそれを、権力が体にまで入り込んだ姿として見た。体にまで入り込むとか、なんだか怖いな。権力は王様が怒鳴ることだけじゃない。時間割、点検、報告、命令、評価表、そういう細かい仕組みの中にもいる。しかもそれは人をただ押さえつけるだけじゃない。人を作り変える。人を作り変える。そうだ、従順で使いやすくて命令にすぐ反応する体へと整えていくんだ。ああ、僕のスマホの設定のピヨちゃんが勝手にいじって変えちゃった感じだね。僕そんなことしないよ。そう、そして制度の怖さは変えられた後でそれを自分の意思だと思い込まされてしまうところにある。ピヨちゃんが設定を変えたのに、僕は自分で変えたと思い込まされちゃうってこと？ピヨちゃん、ひどすぎるよ。だから僕はそんなことしないって。まあまあ、喧嘩はやめたまえ。風光先生のせいじゃん。君たちは面白いな。面白いのは風光先生だよ。まあつまり、私の言葉で言えば規律訓練だ。難しそうに聞こえるが、意味は単純だよ。人を細かく管理し、役に立つようにし、同時に逆らいにくくする技術のことだ。それって、この作品の勇者系にすごく重なるね。その通りだ。だから私は今ここにいる。勇者系はただの処刑ではない。むしろ処刑より厄介だ。昔の権力は見せしめとして体を壊した。痛みを見せて恐れさせた。だが近代の権力は壊して終わるより管理して使い続けることを好む。勇者系はまさにその発想だ。罪人を殺して終わりにしない。蘇生させ、命じ、戦わせ、使い続ける。ひどい。使い捨てかと思ったら、使い続けるんだ。そうだ、使い捨てより効率がいいからな。しかも勇者って名前がついてるから、外から見ると立派に見えちゃう。そこが制度の巧妙なところだ。権力は自分の暴力をきれいなことまで包む。刑罰に名誉の顔をかぶせる。服従に使命の顔をかぶせる。美味しくない野菜に蜂蜜をかけるみたいな。野菜に失礼だが、構造としては近い。この最終回でゾッとしたのって、キビアまでその仕組みに飲み込まれたからだよね。その通り、そこが決定的だ。キビアは罰する側だった。秩序を守る側だった。正義を執行する側だった。だが制度は彼女の正義そのものを守らなかった。むしろ自分に都合の悪い動きをした瞬間、彼女を同じ装置を押し込んだ。つまり制度って正しい人を守るんじゃなくて、従う人を残すんだ。見事だ。その一言でかなり確信に触れている。制度は善悪を裁いているように見えて、実は従順と不従順を分けていることがある。うわ、急に怖さが現実っぽくなった。
怖いだろう。私が監獄を考えたのは、監獄だけが怖い場所だからではない。学校も病院も兵所も工場もやり方がよく似ているからだ。並べる、測る、記録する、遅れを見つける、平均から外れたものを直す。こうして社会のあちこちで人は観察され、比べられ、普通へ近づけられる。それが先生のみんな同じ顔になっていくってことなんだね。そうだ。権力は巨大なハンマーで人を叩くだけではない。もっと静かに人の姿勢、話し方、考え方、恐れ方を揃えていく。恐れ方まで？もちろんだ。何を怖がるべきかまで制度は教える。命令違反を怖がれ、評価の低下を怖がれ、異常と呼ばれることを怖がれ。すると人は見張りがいなくても自分で自分を監視し始める。それっていつ見られてるかわからないから自分からちゃんとしちゃう感じ。その通り、私はそういう仕組みを見られているかもしれないという力として考えた。大事なのは実際に周りを見られているかどうかではない。見られているかもしれない、評価されているかもしれないと思わせることだ。首の船員とかまさにそれじゃん。そう、勇者系は体への暴力であると同時に心への監視でもある。逃げても死ぬ、逆らっても死ぬ、命じられた形から外れれば死ぬ。すると人は処罰される前に自分で自分を強制し始める。先生、さっきから記録とか評価とか何度も言ってるけど、それもそんなに大事なの？非常に大事だ。権力はただ殴るだけでは長く続かない。知ることによってもっと細かく支配できる。誰が従うか、誰が危険か、誰が使えるか、誰が壊れかけているか。それを記録し、分類し、名前を付け、管理する。私はこれを知識と権力が結びついている状態としてみた。知識と権力が結びつく？そうだ。人を知ることと人を支配することは別々ではないということだ。人を詳しく調べる帳簿はそのまま人を動かすための装置になる。つまり、分かってあげてるふりをしながら管理してるんだ。その言い方はかなり鋭いね。理解はしばしば優しい顔をして近づく。だがその裏で分類と強制が始まっていることがある。勇者、罪人、聖騎士、聖女、異常っていう言葉もただの説明じゃないんだね。そう、言葉は札だ。そして札はただ貼られるだけでは終わらない。人はその札にふさわしい行動を求められ、やがて自分でもその役を引き受けてしまう。それって役を演じてるうちに本当にその人にされちゃう感じ？まさにそれだ。私は人が生徒の中である種の主体に作られていくことを見ていた。難しい言葉で言えば主体からが、ここではこう考えればいい。人は最初から完成した罪人や勇者なのではなく、制度によってそういうものに仕立てられていく。このアニメの勇者系も罪人でもないのに罪人にして勇者という存在を作っていたよね。そうだ。しかもその勇者とは名誉ある英雄ではない。死ねず命令され、戦果を求められ、使える限り運用される主体だ。英雄っていうより制度の便利な部品だね。あえて冷たく言えばその通りだ。だからこの作品の恐ろしさは血や戦闘だけではない。人が人格を持つ前に機能として数えられてしまうこと、その冷たさにある。でもライノーがいるとその線引きもぐちゃっとするよね。あの人は人間の味方っぽいのに魔王現象でしかも同族殺しだよ。本当に不気味だよ。そこも重要だ。社会は自分たちの外に怪物を置きたがる。怪物は向こう側、正常はこっち側、そう分けると安心できるからだ。だがライノーのような存在はその境界を壊す。すると私たちは困る。怪物とは何か、正常とは何か、急に言い切れなくなるからだ。確かに、あの人がいると、見た目とか所属だけじゃ判断できなくなる。そうだ。そして境界が揺らぐとき、社会はますます強く分類したがる。こいつは正常、こいつは異常、こいつは排除してよいと。それって先生が考えた狂気の話にもつながる。つながるね。私は狂気がただ自然に見つかる病気として扱われる前に、社会がどうそれを分け、閉じ込め、語ってきたかを見た。難毛に要約すれば、異常とは発見されるだけでなく、社会の中で作られることがある。作られるってどういうこと？例えば、都合の悪い振る舞い、理解しにくい言葉、秩序を乱す存在。そういうものを社会は時に病気や異常という名前で囲い込む。すると私たちは、ああ、この人は異常なんだと安心する。
だがその安心は相手を理解した結果というより、相手を分類し終えた安心かもしれない。じゃあこの作品で言うと、罪人とか勇者って呼び方も、現実をそのまま言ってるだけじゃないんだ。そうだ、呼び名は現実を説明するだけでなく、現実を組み立てる。勇者という言葉は栄光のように聞こえる。だがその内側で起きているのは、蘇生、強制、消耗、管理だ。美しい病は、時に残酷な仕組みの致傷になる。プレゼント箱みたいな顔して、中身は全然違うってことだね。その通り。そして多くの人は箱の美しさに先に目を回れる。キリアが勇者刑に処された瞬間って、その化粧が一気に剥がれた感じがした。まさにそうだ。あの瞬間に見えるのは、この制度が正義のためにあるのではなく、制度自身を守るために動いているということだ。従う者は使う、逆らう者は組み替える。そこでは人の悲しみも信念も、装置の前では後回しになる。ひどいな。ひどい。ならそれが制度の怖さだ。怪物のような悪人が笑いながら出てくるよりもっと怖い。書類があり、手順があり、正しい言葉があり、みんなが少しずつ従う。その結果、誰も怪物の顔をしていないのに、怪物のような仕組みが完成する。うわ、この最終回って陰謀だけじゃなくて、制度そのものがラスボスみたいに見えてくる。いい表現だな、ひよごく。制度はしばしば顔を持たない。だからこそ強い。怒鳴る一人の悪役なら倒せる。だが、当たり前の顔をした仕組みは倒しにくい。だってみんなが、これが普通ですって顔してるもんね。そう、普通という言葉はとても強い。普通は安心をくれる。だが同時に、外れたものを黙らせる力にもなる。先生、ここまで聞くと、勇者刑って罰というより、人を作り直す工場みたいだね。その比喩はかなり正確だ。罰するだけでなく、分類し、強制し、使える形に整え、役割へ閉じ込める。それは監獄であり、訓練所であり、選別装置でもある。一個で三役は便利だけど、絶対に近づきたくないやつだ。全く同感だよ。先生、じゃあ僕たちはこれから何に気をつけて生きていけばいいのかな。まずは綺麗な名前を疑うことだ。名声、正義、秩序は救済などの綺麗な名前とかをね。その言葉が本当に人を守っているのか、それとも従わせるための看板なのかを見なければならない。次に誰が見ているのかだけでなく、どんな基準で見られているのかを考えることだ。監視の怖さは目そのものより強化の物差しにある。何をしたら丸で、何をしたら罰かってこと？そうだ、物差しを握る者は世界の形まで決められるんだ。世界の形まで決めちゃうんだ。怖いね。そうだ、すごく怖いものなんだ。先生、でもね、前にホップズ先生が来た時にね、強い国家の枠組みに入ることで自然状態から抜け出せるって教えてくれたんだけど、先生の話を聞いてると、その国家も怖くなってきたよ。僕たちはどう考えたらいいの？ほう、君たちはホップズを知っているのか。なかなかやるね。ホップズが見ていた怖さは本物だよ。ホップズの言う秩序のない世界が恐ろしいのはその通りだ。ただ私が言いたいのは、秩序ができた後、その仕組みが人に何をしているのかも見続けろということなんだ。じゃあ、ちゃんと守ってくれる国家ならいいってこと？前に長蓮と先生も考えることをやめるなって言っていたな。そうだ、ただ外から見ただけではすぐにはわからない。だから問い続けることが大事なんだ。ホープズはまず無秩序の怖さを見ろと言った。アーレントはその中で考えることをやめるなと言った。私は秩序そのものが人をどう作り変えるかを疑いとよ。3人とも怖さを見ているが、見ている場所が違うんだ。答えは一つじゃないんだね。そうだ。そして答えが一つだと言い張る制度ほど気をつけた方がいい。なんとなくわかったよ。では、最後に君たちに言葉を送ろう。人を救うという制度ほど、まずは人をどう作り変えようとしているのかを見よう。そしてもう一つ。監獄とは壁のある場所だけではない。人を役割に閉じ込め、そこから出られなくする仕組みもまた監獄だ。なんか怖いけど、しっかり覚えておくよ。なんかいろんなものの見方が変わった気がする。それなら今日私がここに遊びにした意味があったな。では、もう行くよ。まだ疑うべき常識が山ほど残っているのでね。うちの冷蔵庫の中の階級社会も見てほしいな。それは多分、もちもちくんが最下層ではなく最上位の略奪手だろう。バレてた。では、また会おう。また遊びに来てね。バ
バイバイ。風光先生の話はすごく難しい内容だけど、勇者系と合わせて考えるとちょっと理解できた気がするね。前に来たホップズ先生のリヴァイアさんのお話と、アーレント先生の考え続けるの話と一緒に考えると、なんかいろいろ考えてしまったよ。もちもちがそこまで考えるなんて、その方が驚きだよ。じゃあ次は、海外の反応を見てみよう。海外のみんながどんな風に感じたのか、すごく気になる。うわ、魔族と共存派の陰謀はマジで根深いな。勇者部隊にまで魔族が入り込んでるとかさ。ライノーが変装した魔王だったなんて全く読めなかったわ。しかも教会のトップ層に共存派がいるから、真正面から異議を唱えてしまうと死ぬか勇者系に処されるんだよな。でもさ、勇者部隊に潜入ってのはちょっと違う気もする。ライノーはガチで人類側だし、あいつが言ってたみたいに同族を平気で殺すから魔族からは殺人鬼狂人扱いされてるけど、人間なんていろんな理由で日常的に同族殺しやってるからね。結果的に実は人間の方がずっと水が合うんだろうし、裏切ることはないと思うな。ライノーは潜入してるんじゃなくて、単に魔族を殺すのが好きだからチームをくら替えしただけだよな。人間に対して特に恨みもないし。日比谷が勇者系に処されたってことは、タイトルは最初から彼女のことだったんだな。勇者と最初の女神についての面白い設定も明かされたけど、あれ完全にネクロマンシーじゃん。信仰心を示すために自死して勇者になるプロセスを始めるなんてマジでエグすぎる。おじさん、愛する者のために全てやったとか言ってたけどさ、日比谷が逮捕しようとしたら殺しにかかってきたじゃん。マジで嘘つきやろ。待って、ってことは達也は何度も蘇生させられて正気を失ったんじゃなくて、単にこの世界の連中が日本語を理解してくれないストレスでおかしくなった可能性あるってこと？誰かが日本語を話し始めた瞬間に達也はピシッと立って、実は完全に正気でしたって明かすんだろうな。もしかして達也は普通に喋っているんだけど、こっちの世界が違いすぎて言葉を理解できないだけだったりして。女神たちって全員何かしらの承認欲求を求めてくるんだよね。そうプログラムされてるんだよ。ザイオも言ってたと思うけど。懲罰勇者の秘密が明かされたね。いや、今回のエピソードはマジで底なしの闇に落ちていくようなヤバい回だったわ。テオリッタがライノーに感じてた不快感は気のせいじゃなかったってことか。人類の中に裏切り者がいるように、魔王の厄災の中にも裏切り者がいるんだな。スワーブが妖精のスパイかどうかを無意識に見分けられるってことの新たな証拠だよね、これ。だってあの子供スプリガンを殺すのにマジで何のためらいも問題もなかったし。マジでキビアが勇者系に処されるっていうクリフハンガーでシーズンを終わらせやがった。ショーを丸ごと傍観してた。予告なしに登場した。明確な文脈もなしに子供を撃ち殺した。無意識のうちにこのショーの悪役を止めた。マジでクソおもろいんだけど。シーズン1の終わり方として最高すぎるよね。マジでヤバい新事実とか展開が多すぎ。ライノーの正体、次の大ボスかと思ってたスプリガンが実はただの賊魔王だったこと、ブージャムが生きてたこと、キビアが叔父を殺して勇者系に処されたこと。ミシェル・フーコー1926年10月15日、フランスのポワチエに生まれました。医師の家に育ちましたが、父が望んだ医学ではなく、哲学と心理学の道へ進みます。若い頃から人はどうやって正常と異常を分けるのかという問いに強く惹かれ、その関心は狂気の歴史や臨床医学の誕生へつながりました。1966年の言葉と物は大きな話題となり、その後はコレージュ・ド・フランス教授として活躍します。フーコーは権力を単に上から押さえつける力とは考えませんでした。学校、病院、監獄、そして性についての語りの中に、私たちをこういう人間だと形作る細やかな力があると見たのです。代表作の監獄の誕生では、残酷な公開処刑から監視によって人を従わせる近代社会への変化を描きました。ちなみに1968年のパリ五月革命の時、
彼はチュニスにいて現場にはいませんでしたが、その後は監獄情報グループの活動にも関わりました。よくある誤解は、フーコーが全て権力の陰謀だといった人だと思われることです。実際には、権力は私たちを縛るだけでなく、知識や自己理解そのものも作り出すと考えました。だからこそ晩年には、権力に従う人間を分析するだけでなく、自分をどう作るかという自己への配慮にも向かったのです。フーコーは1984年6月25日にパリで亡くなりました。57歳でした。私たちが当たり前だと思う正常、常識、自分らしさを問い直す視点は新鮮で、今もなお強い影響力を持っています。今回は一番難しかったよ。僕たち基本的に食べ物のことしか考えてないからね。あれ？今日はチラルちゃんは？なんか今、最終回のアニメがいっぱいで動画作り続けてるから暇がないんだって。そっか。じゃあ今週は2本動画が出てきそうだね。次の動画にはちゃんと出てくるからみんなによろしくねって言ってたよ。おまんじゅう持ってきてくれるかな？お花見したいし。花見じゃなくてもいつも食べてるよね。じゃあ、今回はこの辺で。最後まで動画を見てくれて本当にありがとうだよ。また次の動画で会おうね。バイバイ。バイバイ。